圧倒的に1位だね。もう群を抜いて、バーコーンって1位です。すごいね。これはすごい。どうも皆様こんばんは、セゴリト3世でございます。さあ、今日ご紹介する商品はこちらです。オーラダンスのウェアラブルステレオです。こちらはですね、耳の穴を塞がないというタイプ。最近増えてきましたよね。ですが、これが他社と違うところは、まるでスピーカーのように聞こえると。こういうタイプはですね、まず音漏れを心配しなければいけないんですけれども、指向性などを含め細かくチューニング、設計されているので、音漏れが可能な限り少なく、かつ、ダイナミックな音で聞こえるという話題の商品です。現在、幕開けでクラファン中、なんと金額は5400万超え。すごいですよね。もうめっちゃ注目されてますよ。残り期間はですね、2週間を切っているというところなんですけれども、果たして本当にいい音がするんでしょうか？全くわかりません。何言ってもいいよって言われてるんで、これから皆様と一緒にビシッと見ていきたいと思います。というわけで、行ってきましょう。はい、というわけでこちらがオーラダンスのウェアラブルステレオです。開けていきましょう。ダラーン、出ました。メーカーのマークですね、が書いてあって、その下にクイックスタートガイドとか付け方の紙ですね。で、本体の下にもう一回さっきの付け方があるのと、この筒の中になんかあるわ。あ、ケーブルですね。USB-C と USB-A のケーブルが1本入ってました。ほんで、こちらが本体になるわけです。非常にね、小さくって可愛いケースです。中開けると、あ、もうペカペカと光るようになりましたね。ケース自体はね、すごいコンパクトですよ。こんな感じ、細いタイプなんですけど、これそのものにですね、バッテリーの機能はありません。充電も兼ね備えてるものがほとんどじゃないですか。でもこれの場合にはね、それ別売りで、こちらのですね、チャージングケースが必要になります。こんな感じの、ちょっと大きめのケースになるんですよね。かなり大きめですね。手にも収まらないぐらいバーコーンとしたものが別売りのケースになります。こんな感じでポンって入れると充電もできるようになって保護ケースにもなると。充電ケース別売りって結構って思うポイントではあるんですけど、それでもね、5000万集めてるっていうのは相当注目度が高いですよね。この大きめのケースによってですね、最大 94.4 時間、4、5日は使えるっていう設計になってるんで、1日ごとに充電するのめんどくさいよっていう人にとっては嬉しいかも。ちょっとね、携帯性にはね、飛んでるとは言えないかな。で、後ろ USB-C で充電できるという風になっています。そんなわけで、こちらがね、本体になるんですけど、非常にね、コンパクトはコンパクトなんですよね。ここですね、ここ。ちょっと大きめなんですけど、16.5mm の超大型のダイナミックドライバーが搭載されています。ワイヤレスイヤホンってだいたい 5mm からですね、言っても 10mm ぐらいかな。なかなかね、ないんですよ、16.5 っつうのは。一般的にね、ドライバーは大きければ大きいほどいいと。まあもちろんちっちゃくってもいい音もあるんだけど、小型化するとね、どうしてもそれが難しくなってくるんですが、こちらは 16.5mm と超大型でございます。果たしてどんな音がするのかっていう、まあその期待もね、皆さん大きいのかなと思いますね。冒頭でも言いました、音漏れを最大限に抑える独自設計がこちらにはありまして、音の出口が耳穴全体をカバーする特殊設計と、音の波を打ち消す新技術、こちらが搭載されていることで、音漏れを最大限に抑えることに成功したと。周囲50センチぐらいでは周りに気づかれることはほぼありませんと、こちらでね、言い切っています。そんな感じで音漏れ防ぎながらも、でもですね、周囲の音もしっかり聞こえると。まあ、耳の穴塞いでないんでね。また耳と一体化したようにずれ落ちない。IPX4 の防水性能があるので、運動とか突然の雨でも安心。イヤホン単体でもですね、最大16時間使えて、騒がしい場所での通話もですね、クリアに届けることができます。またアプリを使えばですね、自分好みにですね、音質をカスタマイズすることもできます。カラーは全部で4種類。優れたデザインは2022年、レッドドットデザイン賞も受賞しています。海外での評価も非常に高く、その性能の良さからすぐに2台目を購入したという人もいるみたい。と、まあいろいろ説明してきましたけども、僕は正直ね、本当かなって思ってます。こういうのってね、どうしても音漏れがすごかったりするんで、どうなんかなっていうところは正直なところなんですけど、とりあえずね、これからつけて確認していきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。どんな感じなのかな。なんかね、密着感っつうのはあんまないね。浮いてるぞ。
浮いてる感じだ。とりあえずは接続してみようか。アップデート終わったらですね、こんな感じの画面になりました。オーラダンスウェアラブルステレオっていうことで、この歯車を押すと何？なんかいろいろ出てくる。あ、全部英語なんだね。まだ日本語ではサポートされてないみたいです。なんかいろいろ使い方が書いてあるわけですね。全部英語だね。頑張って翻訳すれば読むことはできるかなっていうところですね。15分か60分ですか、15秒か。15秒か60分やるとオートミュートになりますよとか、あと名前変えられたり、バッテリー残量ですね。サウンドバランス、右側左側ですね。これも選べるみたいね。あとイコライザーだ。150Hz から 12kHz まで、ざっくりでありますけども、選べるようになってるわけです。プラスにすると、どれくらいいってるかっていうのは上に数字出るんだね。3デシの間で行ったり来たりできんのかな。使い方は分かったし、特別これといってはもうないので、じゃあ音楽聴いていきましょうか。ちょっと待って、何これ。ちょっと待って、めっちゃいいよな、これ。なんだこれ。いや、やっば。ちょっと待って、これすごいわ。これはちょっとマジでスピーカーみたいだぞ。いや、ちょっと待って、すげえ舐めてたんだ。ごめんなさい。いや、これはマジでスピーカーだな。いや、ちょっとこれはすごいわ。低域もね、しっかり感じる。こういうのね、低域マジ難しいのよ。これは、やばいな。こういう系ですよね。耳に引っ掛けるとか、耳の穴に入れるタイプとかあったじゃないですか。その空間が空いてる系ですよね。耳の穴を塞がないタイプの中では、圧倒的に1位だね。もう群を抜いて、バーコーンって1位です。すごいね。これはすごい。音の迫力、ダイナミック感ですよ。ダイナミックドライバーっていうか、スピーカー感つうのかな。ポータブルスピーカー感だね。ポータブルスピーカーを耳に乗っけてるっつうのが多分正しい表現だと思う。じゃあちょっとうちのしんくんに。ボリュームも半分ぐらいです。ちょっと聞こえる？ちょっと聞こえる？聞こえないです。聞こえないの？はい。俺ガンガン聞こえるよ。全然聞こえないですね。ここ聞こえない？はい。じゃあもうちょっと上げるよ。うっすらなんか聞いてるかなぐらい。ここでうっすら聞こえるんだ。じゃあもうちょっと上げるよ。いや、全然聞こえない。全然聞こえない？ 3 分の1ぐらいになると聞こえるんだ。つけて。ちょっと俺も確認したわよ。あ、聞こえる。確かにこのくらいから聞こえるわ。なんかうっすらだわ。すごいですね、これ。でしょ？声とかの響きですよね。低域がどうしてもね、こういうものってスカスカになるんですよ。中低域が、特に低域だよね。がスコーンって抜けちゃって、高域だけやったらシャカシャカ鳴るっていう。だから昔のウォークマンとかの、そういうんじゃないのよ。自分はめちゃくちゃいい音で聞こえながら、周囲にも気を配ることができるし、ちゃんと中低域っていうものの厚みを感じるんですよ。耳の穴を塞がない系のところは、脅威に感じるんじゃないかな。それぐらい、すっごいいい音する、これは。ちなみにこちらがですね、マイクの音質になりますよ。どうですか？しっかり聞こえてますかね？ノイズがあっても、なんか全然聞こえやすいんだとかっていう話みたいなんですけれども、僕の声クリアに届いてますでしょうか？この辺はですね、iPhone とかでも、声に集中モードとかもあるんでね、ここはそんなに、普通に届けばいいかなと思います。一応風とか送ってますけど、どうでしょうか？これがですね、オーラダンスのマイクの音声です。ぜひ参考にしてみてください。いやー、ちょっと、やべえ、興奮しちゃったけど、なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はオーラダンスご紹介しました。いいところをですね、振り返りになりますけれども、とにかくいい音する。自分が運動してる時になんとなくなってればいいかな、ぐらいな気持ちで使ってた人多分たくさんいると思うんだけど、その常識が覆されるね。なんら変わらない。スピーカーを聞いてる時、カナル型を聞いてる時、なんら変わりませんね。無線で、この音で 16mm で迫力あってって聞こえたら SBC でも全然いいんじゃないかなっていう。逆に LDAC 搭載とかをしていて、耳の穴塞がない系でこの音出せるかっつったら無理だね。絶対無理だと思う。やっぱコーデックうんぬんじゃねえんだなって、やっぱ聞こえ方、指向性っていうものがうまく作用してるんだなっていう風に思いましたね。絶賛ですね。大絶賛です。すごいなっていう風に思いますね。で、そうね、あえてだから残念なところを言っていくと、ケースが別売り。なんで、トータル全部入れると2万ぐらいになるんで、2万ぐらいだったら骨伝導とか、そういうのを含めて、それぐらいの価格のものはあるから、十分競争できるレベルの価格かなとは思いますね。あとはケースがちょっと大きい。90時間ぐらい使えるっていうのはあるけど、ちょっとケース持ち運びっていうのは実用的ではないかな。ランニングとかしてるときは外して持っていけばいいかなと思うけど、移動して持っていくになるとちょっとポッケの中でもバッグの中でもちょっと大きいかなっていうものに入るかなと思いますね。あとは激しく運動したら取れるかな。首を振るとか、こういうのやっていくと、どうしてもちょっとやっぱ取れるね。こういう首の動きってあんまないから、普通に走るぐらいだったら多分大丈夫じゃないかなっていうふうに思いますね。僕の
耳の形特殊だから、あとね、アプリが英語。これはしょうがないね。クラファンあるあるだね。スタートアップあるあるなんで、もうちょっとね、アプリが日本語化されたりとかしたらより便利になるかなっていう風に思いましたね。なので、興味ある人、全然大丈夫参加して、もっとなんか大手が買収したっておかしくない技術じゃないかなっていう風に思いますね。芸能人とかにもつけてもらったり、スポーツ選手とかにつけてもらったらめっちゃ売れると思う。めちゃくちゃ売れると思う、これは。すげえ可能性を秘めてるなっていう風に思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでクラファン参加してみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つーがまた明日。